私、素潜り漁師マサルから大切なご報告があります。ついに新企画始動です。はい、というわけでですね、1年前から始動してた企画なんですけども、今までですね、鹿児島県沖永良部島でですね、漁師をやってそれをさばくという動画をやってきてたんですけども、日本中の食材を食べたいっていう思いがずっとありまして、もう一つね、秘密基地が欲しいなとずーっとね考えてて、いろんなね場所当たってたんですけども、ついに秘密基地が完成しました。拍手ということでね、何がここから変わっていくのかと言いますと、まず一つ、今までね北海道とか遠くにある食材、島にはいない魚介類、これねさばくことができなかったんですけど、こちらの魚たちをさばくことができるようになります。そして2つ目、島にはね大した川がないんで、今まで川のねガサガサとか撮影ができなかったんですけど、全ての川行けますということで、ガサガサ解禁です。そして3つ目、ジビエ解禁してます。はい、ということで、これからですね、クマをさばいたり、イノシシをさばいたり、今までできてなかったいろいろなものをね、さばいていこうと思います。全てにおいてレベルがアップします。そして島でももちろん漁師を続けていくんですけど、秘密基地にも時々来て、レベルアップしたものをやっていこうと思います。で、まずね、中、お見せしましょう。こちらの物件、2階建てで 6LDK ぐらいの物件ですね。はい。見てください、こちら。キッチンが完成しております。はい、沖永良部島とほぼ一緒の配置でキッチンを作りました。ここでクマもさばけるし、巨大魚もさばける、何でもさばけます。はい。そしてですね、こちらですね、ご飯を食べる部屋もね、しっかりと作ってあります。ちなみにこちらの物件いくらだと思いますか、皆さん。マサルチャンネルはですね、1年前4月19日に私が過労で倒れたため、非常にお財布状況が悪くなっております。本当はですね、東京にドカーンとでかいね魚さばきスタジオとかね借りたいところなんですけども、そんなお金はないということで、なんと月々3万円となっております。はい。そしてこちら改装ね、受けさん改装お疲れ様でした。うちのスタッフ総出で DIY してもらいました。多分ね、改装費施工業者に頼んだら1000万ぐらいかかるところ、200万円で改装を終わらせました。皆さんね、ジャーキー購入していただいたおかげで、その200万円もね、捻出することできたんで、なんとかね、この企画が成り立っております。私のね、夢である全ての食材を食べたい、美食屋になりたいというね、私の夢に一歩近づけました。さらにですね、魅力的な場所がもうまだまだあります。こちらですね。見てください、こちらです。巨大倉庫ですね。まだ完成してないんですけども、ここにですね滑車、クレーンみたいなものを取り付けまして、ここで宙吊りにしてさまざまなねジビエをさばいていこうと思います。500キロまで扱えるものを設置しようと思ってるんで、全てが可能になってきます。楽しみで仕方がないですね。あと庭もね結構広くてですね、こちら車10台ぐらい止めれるんじゃないかなっていうぐらい広いんですけど、何作りますか。俺的にはいろりとかねバーベキュー施設を作りたいんですけども、もともとここ家主の人はここに池を作って鯉を飼ってたみたいですね。はい。でここ池があったんですけど、池は埋め立てられて今の状態になってるといったところです。逆に言えば池も作れます。やばくない？やばいでしょ。やばい。で今日の企画なんですけども、水中銃はですね日本全国で使用が禁止されておりますんで、久々の手盛り復活でございます。はい、ということでめちゃくちゃ久しぶりの手盛りなんですけども、今回狙う魚種はですね、日本屈指の高級魚クエです。ずっとクエ食べたいなと思って、クエがずっと恋しかったんですけども、狙うは10キロのクエです。1メーターオーバーの巨大クエをね狙っていこうと思います。もう1キロとかクエなんてね見てもつかないです。はい、そのぐらいの気合を入れてね、覚悟込めて行ってまいります。ということで魚つき行ってきます。第2拠点初企画ということでですね、とある県にね移動しているんですけども、花の成形のダウンタイムが終わって2ヶ月半ぶりの魚つきでございます。マジで今2ヶ月半ぶりの海で興奮してる。やばい、クエ取りたい。4年ぶりの手盛りでクエ取れたらマジで俺はすごい。はい、というわけで2ヶ月半ぶりの海です。石垣台がたくさんいらっしゃいますね。これだけ石垣台がいるということは、何やら大物もいてほしいですね。そしてこちらは立浪貝でございます。アメフラシとは若干別の種類なんですけども、アメフラシと同様に紫色の汁を吐くことができます。これね、間違えてね結構踏んじゃうんで、結構ねびっくりします。ちなみに立浪貝は食べたことないんですけど、こいつ食べれそうな見た目してないですか？ちょっと皆さん食べてもいいかな？
さてそろそろ魚つきを始めていきましょう。今回のポイントはクエのポイントまでだいたい4キロぐらいあるんで、浅瀬でですねまずおかず取りをしていきます。石垣鯛がねこうやって群れてくるんで、その中でですね一番警戒心の強い石鯛を狙っていきます。さて射程範囲に入ってきました。ヒット。いい打ちどころですね。石鯛はこのぐらいの 2,3 キロぐらいの石鯛がちょうど美味しいんですよ。でかいと大味になると言われておりますが、食べたことはないです。さて今度は息を整えて石垣鯛を狙っていく。夕方なので結構暗いですね。さて岩陰に隠れたマサル、果たして何を狙っているのでしょうか。ちらっと今魚影が見えましたね。ただここで焦らず相手を驚かせないことが重要です。ゆっくりと近づいてヒット。素早く脳天締めをして血抜きをしていきます。この作業が重要なんです。さて4時間ひたすら足ひれを漕いでクエのポイントに到着しました。海底は 25m から 40m ほど。潜ってみるまではどれだけ深いかがわからないんですよ。これがねめちゃくちゃ怖いんですよね。さて潜り始めて15秒経過。全く海底が見えてきません。とようやくここで海底が見えてきました。海底は砂地のようです。砂地にはクエがいないので、ここはクエがいないということで一旦距離を離れることにしました。クエ探しはこんな感じでひたすら潜って海の地形を知って、そっからクエをね狙っていくっていう感じなんですね。今回もね4時間ぐらい潜ってたんですけど、だいたい100本ぐらいね潜り続けました。はい、特に何も起きませんが、皆さんにも没入してほしいなということでノーカットで動画出させていただいております。でこれ三人称視点だとこんな感じです。もう海底が全く見えない中、どんどん海底に沈んでいくんですよ。でついにはもうマサルの影なんて全く見えなくなるんですね。さてそろそろ岩を見つけたいところです。もうここまででですね10回ぐらいこの作業を繰り返してるんで、岩がないと体力が尽きてしまうぞといったところでございます。ここでですねようやく砂地と岩の切れ目が見つかりました。こういう場所にはですねあんまり魚いないんですね。はい、ポイント的にはですねヒラマサとかブリがバッて回ってきても全然おかしくない場所なんで、海上がるまではずっと気を抜かずに潜っております。普段だったらね本当1分半から2分とか息持ったりするんですけど、もうね本当に海底が見えないってねめちゃくちゃ怖くて、もう本当1分ぐらいしか息が持たないんですよ。めちゃくちゃ怖いですよ。さて諦めずに潜っていきましょう。結果が出せるかどうかっていうのは諦めが悪いかどうかなんです。執念で何度も潜っていれば必ずクエは取れるのです。まだひたすら潜っていっております。もうこの時ね正直2分ぐらい息整えてバンバン潜りに行ってたんで、結構ね命がけなことをしていましたね。だいぶ反省しました。でようやくねこんな岩場にねたどり着くことができて、こういう場所だったらねクエがいても全然おかしくないんですけど、クエがね全然いないんですよ。なんでちょっとね時期が早かったっていうのもねあると思うんですけども、クエがねいないんだよな。あとは魚影も薄い。片道10時間かけてきてるから悔しいさて実際は100回ぐらい潜っていますが、動画に出すのはこのダイブで最後としましょう。
で、このダイブも25メーターぐらいありまして、結構ハードな潜りだったんですけども、いい岩があって、で、魚影も見えて、ついにクエ来たって思ったんですよ。でも、アドレナリンバチバチよ。さて、どこにいるのか。いましたね。黒い魚。クエではなさそうですが、もうこいつでいい。ヒットするも、暴れすぎて回収ができない。で、これをついたせいで、もう本当に息がギリギリでしたね。はい。で、この後ですね、また4時間ぐらいかけて陸に戻ることにしました。いやー、クエ、日本最難関と言われてるだけあるなと思いました。いたらつけるんだけどね、探すまでがマジで大変です。はい、というわけで海上がってきたんですけども、一匹もクエいなかったね。水深25から30をずっとね攻め続けてたんで、もう酸素不足でもう今やばいです。なんか初めて酸素不足で目の前が真っ赤になってマジ疲れた。トライアスロンしたんかってぐらい疲れましたね。カメラマンのカズニーもねハードすぎて海岸で気絶してましたね。カメラマンリタイア。もう無理。はい、というわけで2日にわたって1日7時間潜るという過酷な日程をやってきたんですけども、なんとクエ取れませんでした。くっそー、悔しい。めちゃめちゃ悔しいな。まあ実際沖永良部島で漁師になって4年間ね結構潜りの練習してきたんで、まあクエぐらい余裕やろうと思ってたんですけど、ちょっと時期が早かったですね。まあ言い訳になるけど海藻がねモサモサでね、あと白濁りしてて難しかったね。いや絶対これクエ取りたい。マジで悔しい。とは言ってもですね、1メーター超えのクエ、人生で一度でも取れたらみたいな魚ですからね、なかなか甘くないということで、クエ取れなかったのはいいんですけど、ちょっとね、さすがに反省しましたね。ちょっと俺もカメラマンも20キロのクエ取るってなって、気合入りすぎて、1日目カメラマン気絶して漂着してて、もう俺も2日連続潜って、次の日とその次の日、まあ2日間ね、起き上がれませんでした。疲労で。ちょっとね、やりすぎちゃいましたね。まあクエが取れないなんてことはね、まあよくある話でございますからね、そこは置いときまして、そんなことよりですね、今回はですね、マサルの基地、関東支部、なんと1本目の動画でございますから、気合い入れてやっていこうかなと思います。そして今回選ばれた魚はこちらです。石垣鯛とキジハタですね。どちらもね、一級品の高級魚でして、まあ、釣り人からすれば、その石垣鯛とキジハタ取れといて悔しがってるのは意味わからんわって思われてるかもしれないんですけど、まあ普通に嬉しいですね。今日は2つの魚を使いまして、刺身、そして海鮮スンドゥブ、こちら2品を作っていこうかなと思います。ということで早速、観察していきましょう。はい、こちらがまず石垣鯛ですね。まあ、この魚ね、沖永良部島にもいるんですけども、沖永良部島の石垣鯛は乱獲されすぎて、なかなか見ることができない魚なんですけど、普段人が入ってない場所は魚ってね、あんな感じでいっぱいいるんですよ。名前の由来としましては、この表面の模様ですね。この表面の模様が石垣に似ているから、石垣鯛っていう名前がついてますね。まあ、石垣鯛の特徴なんですけども、老成していくと、口の周りが白くなっていって、石垣模様が消えていくっていう特徴があります。で、ここ、口の周りが白くなったものを口白って呼んだりして、まあ、釣り人からするともう口白が釣れたらもう大喜びって感じですね。で、これエラがね、すごいね、真っ白になってるんですけども、これね、真水の氷に入れると、こんな感じで真っ白になります。海水の氷に入れると赤いままなんですけど、真水に入れたらこんな感じでね、腐った色みたいになるんで、普段ね、島で漁をしてるときは真水の氷使わないようにしてるんですけど、今回は真水の氷を使ってこんな色になっております。でね、触った感じでこれね、多分内臓脂肪なんですよ。これめちゃくちゃ楽しみ。そして、こちら、キジハタですね。まあ、テレビとかでですね、もう何でも高級魚って言ってしまう節があるんですけど、こういったガチの高級魚ですね。めちゃめちゃ美味しいと評価の高い大人気のお魚となっております。刺身、唐揚げ、煮付け、何にしてもうまい。とにかくうまい魚です。まあ僕の出身県の山口県ではね、あと浜湯さんがいるね、香川ではですね、アコウって呼ばれたりしてるんですけども、標準和名はキジハタっていう名前ですね。はい、というわけで今日はこちら2種類の魚をさばいていきましょう。はい、それではまずはキジハタからさばいていきます。
高級魚とかのね何がいいかって言いますと、やっぱりね鱗が取りやすいところがねいいですよね。めちゃめちゃ楽です。はい。もう最近はですね、もう魚の値上がりがすごくてですね、特に築地の魚特にすごくて、結構キジハタとかね築地行ったら生かしてね売ってあったりするんですけど、値段見たらビビりますよ。これ誰が買うんやっていうぐらいの高さしてますよね。でこの背びれの際とかね鱗残りやすいんで、しっかりとね取っていきます。口にね鱗が入るとねやっぱね嫌ですからね、しっかりこの鱗は取った方がいいです。ちなみにすき引きとかにしてこの鱗唐揚げにして食べてもね美味しいです。では裏側ですね。はい、というわけで2匹とも鱗が落とし終わりました。ではここから内臓を出していくんですけども、魚つきの最も良いところなんですけども、魚のセレクションができるんですよ。もう釣りも他のあらゆる漁も魚をセレクションすることできないんですよ。どういうことかっていうと、この魚美味しそうやなって言って狙って取るってできないんですよ。釣りって餌投げて、でかかったやつが上がってくるって感じじゃないですか。石垣台がこうやって群れできて、一番腹パンパンそうなやつパーン取ったやつがこれなんで、俺この石垣台はめちゃめちゃ内臓脂肪乗ってると期待してるんですけど、ということで内臓を見ていきましょう。じゃあお腹を開いていきます。あれ、いやえぐっ、むちゃくちゃ内臓脂肪乗ってるやん。うわえぐっ。はい、こちら石垣台の腸なんですけども、これ腸の周りね、人間と同じでね太ると内臓脂肪がねできるんですけども、この内臓脂肪が多かったら大体身にもね脂がめちゃめちゃ乗ってるんですよ。わ、これ沖永良部島では見れないレベルの個体値の内臓脂肪やな。ちょっと興奮してきた。ちょっともうテンション上がってきたわ。誰もわからない魚好きトークしよう。なんか石垣台はこうやっててヒュンみたいな感じで全身を見せてくれるんで、アコウはかたくなにこうやってホバリングしてるんですよ。こっちが胸びれの右、こっちが胸びれの左ね。アコウみたいな肩系の魚って浮力の調整が非常に下手くそなんで、常にこうやってここで浮力の調整をしてるんですね。でこうやって目合わせて、で顔しか見えないんで、こいつに関しては内臓脂肪乗ってるかどうかは正直わからないです。でかいかどうかしかわからない。でも結構これでかいんですよ。37センチぐらいですね。では内臓脂肪を見ていきましょう。これ乗ってたらちょっと俺スンドゥブやめるって言い出すかもしれない。待て待て待て、マジか。俺が見たアコウの中で一番クオリティ高いんだけど。ちょっと待て福井さん、今まで俺は福井さんにとてつもないまずいものを幾度も食わせてきた。今日はうまいもんが食えるかもしれない。食べてみましょうか。これ絶対うまいっすよ。いやこれちょっとやばい、テンション上がってきた。倒れてからずっと体調悪かったんですけども、それもね回復し、キッチンもね無事完成し、そしてこれから最高級レベルの個体の魚を食べれるということでね、1人3万円の寿司屋で出てくるレベルですね。では頭を落としていきます。やばい、興奮してる。ちなみにこれ取れたのが6月21日ですね。島の魚はですね6月に産卵を迎えるんで、だいたい脂が乗ってないんですけど、これすごいね。じゃあ次石垣台、背骨を落としていきます。こんぐらいの魚だったら切れますね、牛刀でも。これはスーパーで買った市販の牛刀でございます。ではこっち合いを傷入れましてきれいにしていきましょう。でこれ見てほしいんですけども、ほらアップグレードしてます。試合をきれいにしていく。はい、それではねきれいになりました。スンドゥブにするのはねこっちのキジハタにしようと思うんですけども、とりあえずね刺身が食いたいということで3枚におろしていきます。やっぱいい魚すぎてちょっと緊張する。 OK。 うわっ、でもそんなめっちゃギトギトって感じではないけども、縁側えぐいっすね。でスンドゥブはですね骨ごといっちゃいましょう。うわ贅沢で、味が入りやすいようにしっかりね切り込み入れときましょう。これバッテンでいいんじゃないかな。 OK。 で次石垣台、これはもう刺身です。絶対に刺身か塩焼きだな。
OK。じゃあ反対側ですね。はい、それでは腹骨落としていきましょう。油が乗ってるやつはね、ここ浮き袋にもね油が乗ってるんですよ。うわ、これ焼いたら最高だよ絶対。では血合い骨を落としていきまして、おー、でも意外とそんながっつり乗ってるわけではないんですね。ちょっと切って食べてみましょう。福井さん、一番美味しいところをあげますわ。ここっす。縁側ですね。ここですね、縁側。ここが一番うまいんですよ、魚で。刺身だとほんまにこんなちょっとしか取れないですからね。これ腹と同じぐらい脂乗ってますね。ではここにね血合い骨ありますんで、血合い骨を落としていきます。これ多分縁側塩でうまいと思います。塩でいきましょうか。塩かけちゃっていいですか。マサルはいつもまずいもんばっか食って俺の舌を信用してないリスナーのみんな、忖度なしでちょっと食べてみてください。どうぞ。甘っ。めっちゃうまくないですか。うまっ。醤油いらないですよね。これはうまいです。歯磨きしたくない。歯磨きしたくないすぐしてたくせに。下処理はめちゃめちゃ丁寧にやってるんですけど、沖永良部島のカラフルな魚が手強いんです。じゃあ私は黒糖醤油石垣台行こうかな。いや、うますぎる。もうこれだけでうまみやばいんだけど、塩当てたり昆布締めしたりしてもうちょいうまみ凝縮させてもいいかも。食感も最高ですね。でここでちょっと宣伝させてください。3年間と1億3000万かけてね作り出しました沖永良部島産のマグロジャーキーね、絶賛発売中でございます。お酒のあてにめちゃめちゃ良くて、そして脂質が 0.2g しか含まれてないんで、どんだけ食べても太らないんでね。まあ動画でね見ながらねポテチ食べるんやったら絶対これを食べた方がいいです。おすすめですということで、あっこの刺身いっちゃうか。これもな塩でええと思うよな。塩とかだし醤油、自分の商品を誇張してよく言ったりはしないですから。あんまり味濃い魚だと九州のね甘い醤油合わないんですよね。塩とか関西のだし醤油ぐらいがちょうどいい。でじゃあやばいっす、やばいっす。いただきます。うまいっすよね。ナポレオンフィッシュとどっちがうまいですか。ついこはい、ではですね、下処理が済みましたんで海鮮スンドゥブを作っていこうと思います。用意するのは醤油、にんにく、ごま油、鶏ガラ、コチュジャン、砂糖。ではまず水から入れていきます。マサル料理こだわれよってね意見がねめちゃめちゃ多いし、ちょっとね俺も料理しなきゃと思ってたんで、スンドゥブぐらい作れるよというところをね皆さんに見せつけようと思います。でコチュジャンは2回しぐらいですかね。で鶏ガラは大さじ1杯分ぐらい、醤油は小さじ1ぐらいですね。ちょっとじゃあにんにく大さじ1、砂糖大さじ1でごま油少々入れすぎだ。まあいいや。でこれかき混ぜます。コチュジャンは3回しですね。はい、ではね具材もね用意してますんで、こちらをね盛り付けて火にかけていこうと思います。これとかぶち込みたくなりますけど、いや俺は料理系 YouTuber だ。今日ぐらい綺麗に料理作ってみよう。1回目だから。ではまずお豆腐でえのき、そしてエビ、海鮮ですからね。エビちゃんが沈んじゃった。見えなくなるんでキジハタを先に入れましょう。キジハタ多いな。キジハタ多いですけど、エビね、エビちゃん、そしてえのきだけでホタテです。いやホタテとかね沖永良部島では手に入りませんからね。今日覚えたワードやっとこ。それは日本語一つ習得しました。やっとこで怖っ。ガスコンロに行きます。絶対新入りのバイトとか落とすやつじゃん。では火にかけていきます。はい、火が入ってきました。さてさて、やっとこさできましたね。じゃあやっとこでやっとこう。きついな3連チャン。こっから盛り付けしていきます。なんせ料理系 YouTuber ですから。黄身いいね。うわ絶対うまい。そしたらチーズですね。うわこれめっちゃええ香りする。ごま油も香り付けで欲しいですね。ごま油で、あと色味も重要ですから、ネギをパラパラと。完成です。
それでは完成しましたキジハタのスンドゥブチゲと石垣鯛とキジハタの刺身ですね。いやー、この関東支部幕開け一発目にふさわしいと言っても過言ではないぐらい豪華な料理ですね。絶対うまい。黄身潰そうかな。あ、もう、うわー、どうなんやろ、合うんかな。絶対合うと思うけどな、合わないはずがない。いただきます。熱そう。バチクソうまいですね。はい、バチクソうまいです。はい。キジハタ自体は結構淡白でありながら旨味が強い魚なんですけども、この淡白なんでこのスンドゥブのちょっと濃い味とめっちゃマッチしてる上に、ここにチーズが意外とめちゃめちゃ合う。そして黄身のまろやかさで包み込んでくれてめちゃくちゃうまいと、あと皮目も最高に美味しい。いや、うますぎる。韓国料理と魚めちゃめちゃ合うな。うまっ。ホタテもいこう。ホタテもやばいな。悪魔的料理を作り出してしまった。これね、居酒屋で出てきたらこれで7000円の味します。はい、僕は1500円とか2000円のスンドゥブしか食べたことないんですけど、7000円の味する。めちゃくちゃうまい。材料だけで7000円いくと思うけどね。じゃあ刺身もね、いきましょう。石垣鯛か。石垣鯛うまいな。ただね、これね、4日目なんですよ。4日目なんで、石垣鯛に関してはこれピークアウトしてますね。3日目が多分これ美味しかったと思う。若干ね、食感が柔らかくなりすぎてる。じゃあキジハタ。キジハタうまい。キジハタはもう2日いけたな。いや、うますぎるな。はい、それではごちそうさまでした。というわけで、今まで沖永良部島でですね、ずっと活動してきたんですけども、今回から2拠点生活になりますから、まあこっちは基地みたいな感じですね。沖永良部島を拠点としつつ、まあこっちのね、関東に拠点を持っとけば、日本の魚は全て食べれますから、はい。食べれる上に、からね、ジビエもね、やっていこうと思っておりますので、めちゃめちゃ幅が広がります。そして、まあ、動画上では初なんじゃないかな。韓国料理ね、初めて動画で作ってみたんですけども、めちゃめちゃうまいですね。これ動画の後でね、絶対にリゾットにして食べます。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの食べ応えは。硬さが常時を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私は食べれるの最高すぎる。美味しい。